やべえと思って、ネタ帳ないと何もできんと思って、もう自分のムーブの流れに飽きた。今の作戦というか立ててるものが結構ガラッと変えたし、先のことを考えたらちょっと怖くて夜も眠れないです。どうもこんにちは、ビーボー一心です。今日は東京初雪見ました。テンション上がりました。まあそんなことは、置いといて、次に向けては全日本ですよ。3月1日。今回の全日本は、ヒロと月、ライオンあたりには、よりかは順位が上じゃないと、今年にあるアジア選手権に出れないっていう。アジア競技会に出れないというものがあるから、結果を出したいっていう純粋な気持ちだけで戦いますけど、そういうのもあって、ちょっと正直 BC1 終わって世界選手権まで、頑張ったけど自分の中では乗り切ってなかったな、みたいな。で、実際世界選手権で負けて、そっから、いろんな気持ちがあったけど、やっぱ最終的にはブレイクダンスでもっといろんな人に僕を知ってもらいたいとか、それをするにはどうしていけばいいんだろう、みたいなことを考えてて、でも正解はないんですけど、けど、いろいろな話を聞いていく中で、やっぱ、まずはブレイキンで、この人最強すぎるっていうものがないと、まず食いつくものもないわなと思って。例えば5年後とかに、もう、わかりやすい話、全日本と世界選手権と BC1 を5年間取り続けてる b ボーイがいるっていう噂を、少しでも、耳に入ったら、誰なんやろみたいな。どんな踊りするんやろって気になって、そっからブレイキン入ることもあんのかなみたいなことも少し思って、そっからいろいろ考えることもあるけど、まずは最強でいよう。最強でい続けることが自分の中で、自分のなりたいものに対して近づいていくのかなとか思いながら、ちゃんと取るとこ取るっていう気持ちを強く持ちながら、最近は、いい感じに練習してて。やっぱ最近の練習で特に、思うことは、体力面だったり、気持ち面とかもあるけど、体力面もあり、スキルの綺麗さとかもあるけど、やっぱ一番は、もう自分のムーブの流れに飽きたっていう気持ちがもう強すぎて、投資連でこのネタやってもじゃあ、ドロップのこのネタやったら一心が次何をやってくるか、もうみんな大体わかるみたいな。それが予想されることが自分すっごい嫌だなって思って。で少しずつ変えたりとかはしてたけど、もう結構ガラッと変えてみてもいいんじゃないかみたいなこともすごい思って、だから今の練習段階ではわかんない。実際わかんないけど、結構ガラッと変えたし、自分のこの今のこの作戦というか立ててるものがちゃんと通用するってなった時には、絶対に今までのスポーツブレイキンの採点基準だったりとか、今までのそういうバトルの採点よりかは絶対に高くなるし強くなるんじゃないかなって自分の中ではちょっと思ってて、その中でも今いろんな技を組み合わせたりとか、でもやっぱやってればやってること、やっぱ前のつなぎが一番しっくりくるなみたいなこともありながら、だから今もう練習場所で脳みそ使ってもう分かんなくなって頭爆発するみたいな時はすごいあるんですけど、目当てで言ったら全日本は吠える一心をみんなに見せようっていう。どんな大会でも一心は常に吠えて一心のバトル見たら胸熱やわーって思わせたい。どんなバトルであれ。その中で、今次やるのが全日本だから、それに向けてやりながら、プラス、やっぱり新しい、見てる人がフレッシュに思う、流れだったりとか、新しいネタも作ってはいるけど、やっぱ、難しいとこではあるから、そんなすぐに新ネタができて、それがめちゃくちゃいいとまでは、みんなそんなんできたらみんなが作れるから、それに対してはわかんないけど、ちょっと新しい自分でいけるんじゃないかなと思いながら練習やっております。そういえば出場選手の発表されてたけど、見た、あれ見ました。もうスクショしたし、出て毎回スクショしたんかな俺このメンバーって思って、で毎回ストーリー流れるために思うから、スクショマジ5枚ぐらいあるの。毎回スクショしたこと忘れるから。40名ですね、全員で。シゲキックス、俺、月、ヒロテン、ロマン、公平。そうですね、いつもの顔
顔ぶれも言いながら、けどあれだな、俺結構スノーマンがいることにびっくりした。スノーマン来んのかと思って。スノーマンってバトルしたことないけど、一撃とかなんか強いイメージあるから、どこで当たるかみたいなのもあるけど、今回やったら、いつもの顔ぶれプラスちょっと気になるスノーマン。当たったことなくて、どんな採点基準になるんだろうっていうので、スノーマンが気になる、めっちゃ。なんか、バグってきとるよな。だから全日本とかも全部で、最高14。プレセレクションは多分免除されてるから、僕はワンラウンド少ないけど、プレセレクションもあり、決勝まで、なんか、ベストオブ3とかも全部延長戦になってしまって、行方合戦してる子供たちいるわ。いやー、15ラウンド多いし、で、ちゃんと綺麗に勝ってば最低12ラウンドで済むけど、12ラウンドですら、おかしいのかな。でも BC1、3、4、12やから、12ラウンドはあれなのかな。けどもう、ムーブ数多いですよね。でもその強いラウンドをなんかどこで使うべきなのか、誰に当てるべきなのか、そのファーストラウンドこれ取られたなって思った時にセカンドラウンドに持ってくる、このラウンドを持ってきたら、いやでもこれは強すぎるなみたいな、決勝戦に持っていきたいけど、でもそこで勝てなかったらどうするんだろうみたいなこともずっと考えてるから、本当に頭がおかしくなりそうです。昨日しかもネタ帳を家に忘れて、今東京にいるんですけど、京都に出るときにネタ帳練習用のリュックに入れてきたから、やべえと思って、ネタ帳ないと何もできんと思って、速攻新幹線乗る前にちっちゃいメモ帳買って、覚えてる範囲でネタ全部書き出して、でそれやったおかげで今日練習がはかどったんですけど、皆さんはどうやってるんですかね。やっぱでも最近上の b ボーイの人と話した時とかに、僕は結構b ボーイの YouTube 見るときも最近のバトル見ないんですよ。チェック程度で見るけど、なんか別に分析もしないし、本当に流し見するぐらいで、最近のバトルはもう基本的にずっと昔のバトルしか見なくて、もう最近で言ったらアウトフォーフェームがあったから、アウトフォーフェームの昔の何年か忘れたけど、昔のアウトフォーフェーム見たり、セッション昔のセッションアウトフォーフェーム、ロード・オブ・ザ・フロアも、ロード・オブ・ザ・フロアに関しては2時間ぐらいだと3回ぐらい見たけど、でプラスやっぱこう昔のヨーロッパの人、なんか僕がめっちゃ見てる人が、どこの国かわかんないけど結構昔の人で、もうなんか今ですら余裕で通用するレベルのネタをめちゃくちゃ持ってて、でそれを結構昔の b ボーイって自分でトレーラー作って出してる人が多いから、練習動画を上げてる人多くて、それ見るけどやばすぎと思って。でそういう人って結構柔軟軟体系のネタが多いから、僕もね今最近ネタに行き詰まってはいるから、ちょっと軟体頑張ろうと思って最近ストレッチを今年は開脚をして前まで行くっていうのが自分の目標。そのまま180度開いてシュッと前に行く、あれが自分の今年の目標で、とりあえず絶対に練習前とあとはもう結構今まで以上に頑張ってストレッチをしてるんですけど、軟体のネタをゲットするためにね。それでちょっと思ったのが、だからやっぱ昔の人ってバトル見てたらマジ15秒とか20秒とかもう2個ぐらいネタパパってやって帰るみたいなのが結構普通だって。長い人もいるけど、長くて30秒とか、そんな今みたいにワンチャン1分いくんじゃねえかみたいな踊りの人はほとんどいないし、もう自分のとっておきのネタバーンってやるみたいな。でそれがなんかすごい短時間で自分の推しネタ合戦みたいなをやってるから、なんか正直見てても面白いし、なんかもう無駄な6歩がないというか、無駄なパワームーブがない、もうこのネタを見せたいためにこのバトルしてますみたいな、技バーンってやってもうそのまま来いやみたいな感じで終わるっていうのが自分もすごい好きで、自分もそういうスタイルがいいけど、やっぱ今のシーンでやっぱそのオリジナルのネタをどんだけその一つ一つに威力が強かったとしても、例えば僕が普通にネタを1個、新ネタで面白いのができてバーンって出したとしても、そのオリジナルはないけどスキルめちゃくちゃできるみたいな、そのカルチャーの部分では分かんないけど、カルチャーバトルみたいなスポーツブレイキンとかちょっとそういう採点基準になってくると、やっぱそのポイントがもう上がらざるを得ない。もうこっちが
まあ全然ジャッジシステムわかんないけど20点バーンって出したとしても、その次の人はなんかすごいこうトーマスエア95周回ってエアなんか1点1点1点みたいなでロングムーブして気づいたらもう20点超えてるみたいな。もうだから、まあ、自分の好きなスタイルをそのまま、まあ、他の人を気にせずやるみたいなことをすると勝てなくなっちゃうから、まあ別に僕ショートムーブじゃないんですけど、そんなにまあでも本来そういうのはしたいっていう採点基準があるバトルが多くなってきてるから、全てのスキルが代替できるっていうのは今後はノーマルになってって、まあ今もほぼノーマルだけど、ノーマルでプラスそこにこう常にこうオリジナルの技を入れ続けるって、まあ難しいよなと思って。これだから年を取っていった時にそのまあ体力が落ちるとか、まあそれがあるのかわかんないけど、あるとするのであれば、もう今から15年後とか考えた時に、今5歳とかでリアルワンハンドやってるような子たちが15年後になったらどうなってしまうのかすごく心配だから、先のことを考えたらちょっと怖くて夜も眠れないです。残り何週間？残り、2月がね、2月28日しかないってすっごいなんか嫌だ。まあ3日ぐらいしか変わんないけど、なんか28日って少ねえなと思う。あと20日。まああと20日、まあ時間はあるのか。ないけど。自分的に完成度は何%ぐらい？完成度は、まあ別に、組み合わせをガラッと変えすぎて、変えまくってるからの、完成度があったとしても、その流れがいいのか、悪かったら、その完成度が、その高くも見えないと思うから、まああとは本当に今作ってる流れが、ちゃんといいのか、やっぱ、この大ネタを、エアー系のネタなんか、このドロップの後は、ウィンドミル系のネタをやるのと、エアー系のネタをやるのではもう、全然、なんかバランスが違くて、見てて気持ち悪いな、みたいな。別に、テンポ感とか一緒なのに、このすごい下のネタやってる時いきなり上行くのが良かったり、下のネタのままそのまま流れるように、パワームーブの、ローなパワームーブのネタを行く方がいいとか、けど、ローのネタ行くと弱いけどね、このネタの後、エアー系のちょっと強いの差し込みたいけど、バランス悪いみたいなのがすっごいあるから。だから特に一番今きついかも。投資連やるというか、投資連もするし、とりあえず組み合わせを何回もやるから、いろんな組み合わせを。で、脳みそも使うから、疲れるな。好きな流れの人とかいないの？まあ、スタイルが全然違う人とかは、メノーとかの流れはすごい好きだけど、メノーとかって自分のネタの間に、なんか、こう欲しいなって時にすごい綺麗なベーシック挟んできたりとかすることで、その次のネタがさらに引き立つみたいな、うまいみたいな、ここでめっちゃベーシックなタートルを2、3周入れるとか、バックスピンを普通のやつを一発入れた後に自分のネタ行くみたいなの入れ方はすごいうまいから、俺はでも基本的、今の b ボーイというよりか昔の人のなんか技の使い方とかネタのつなげ方が好きかな、基本的に。みんなも絶対見た方がいいと思います。最後に、そうですね。また今年もね、いっぱいバトルはあるし、まあ常に吠え続ける一心を見せていきたいなと。まあ前も言ったかもしれないけど。まあ、頑張ります。はい、じゃあ、溶けかけの雪でも。言ってない。これから、XG のライブに行ってきます。もう本題。XG のライブに行ってきます。マヤが同い年かな。まあ、年がすごいみんな近くて。で、年が近くて、なんか英語も日本語も喋れる、韓国語もいける、歌える、可愛い、ダンス踊れる、めっちゃ人気って、もうなんか最強すぎるから、ちょっと刺激をもらいに行こうかなって。まあちょっと XG のお手並み拝見って感じかな。まあみんなどんなダンススキルしてるのか、ちょっとチェックしてこようかなって思いながらもめちゃくちゃ楽しみ。 XG 大好き。シャキシャキテンションキャベツって感じでね。何さ？マヤが言う。そう。そう、本当だって XG の、昨日も
チサと会う夢見たし、XG のライブ行こうってなった日の夜は、もう夢で XG のライブ見たもん、一回。どんだけ好きやねんみたいな。最近は、まあ、XG は、まあ、どちらかといえば同世代の人たちがかましてて、本当に刺激をもらえるグループとして、こう、好きみたいな。まあ、その中でも僕はひなたちゃんが好きで、まあ、ジュリンちゃんも好きだし、まあ、とりあえずみんな好きなんですけどね。皆さんも推しの K-POP を教えてください。ピース。お疲れ様でした。